Good morning, everyone. I will give my presentation in Japanese, but since English is the official language of Ruby Kaigi, I'd like to greet you in English first. Welcome to Matsuyama. I grew up here. Oh, thank you. I grew up here, so I'm truly happy to see so many Rubies in my hometown. I'd like to thank the organizers and staff, and I hope you enjoy Ruby Kaigi and Matsuyama. Now I'll switch to Japanese. さて、ここからは日本語で話します。Ruby taught me encoding under the hood というタイトルで、Ruby が教えてくれた文字コードの奥深い世界についてお話しします。よろしくお願いします。今泉まりと申します。インターネット上では今泉というアカウント名で活動しています。松山には20年ほど住んでいました。地元での開催でキーノートを務めることができ、とても光栄に思います。実はこの会場のステージに立つのは2回目で、小学生の頃、ここで演劇をしたことがあるんですよね。その時は小ホールのステージだったんですけど、当時はまさか20年後に Ruby 会議でキーノートを担当するとは夢にも思っていませんでしたが、地元でこうしてステージに立つ機会をいただけてとても嬉しいです。私はストアーズ株式会社で働いているウェブアプリケーションエンジニアです。ここで少し宣伝なのですが、ストアーズ株式会社はナーサリースポンサーとして会期中の託児サポートを提供しています。また、5名のスピーカーと2名の LT 登壇者がいます。スポンサーブースも出していて、IRB 宝探しにも挑戦できます。IRB 宝探しってなんやねんって思った方、ぜひスポンサーブースにお越しください。よろしくお願いします。私は IRB メンテナチームの一員として、IRB、リラインといった IRB 関係のジェムのメンテナンスも行っています。そして、つい1ヶ月ほど前に Ruby コミッターになりました。CRuby にユニコード 15.1.0 のアップデートの PR を出したことをきっかけに推薦してもらいました。今後とも文字や文字コード関係で何か改善したいなと思っております。そんな私ですが、文字コード愛好家を自称しています。文字コードは文字を入力する際に必ず利用していますし、プログラムを書いていく中で知識が必要になる場面はまだまだありますし、知らないことを調べていくと非常に奥深くて面白いと思っています。自分の感覚だと文字コードって枯れた技術とかなんか難しそうとかそんなイメージを持たれていることが多い気がしています。あとはもうユニコードの時代になったけど今から文字コードを知ることにどんな意味があるんだろうとか、私も以前はできることならあんまり関わりたくない分野だなと思っていました。でも気がつけばユニコードのバージョンアップを Ruby に出せるようになっていた。それはやっぱり自分が文字コードって面白いと思ってるからだと思うんですよね。好きっていうと好きかは分かんないんですけど、興味深いと思ってます。でも、あまりそうは思われてない気がするので、今日は自分の経験や Ruby のユニコードバージョンアップの経験から、コンピューターで文字を扱うことの難しさや面白さについてお話しします。今日はまず文字コードの歴史をざっくりと振り返り、その後私がイビシリックという文字コードに出会い、文字コードにはまった話、そしてユニコードや Ruby の実装でのまつわるエピソードを通じて文字を扱う難しさと面白さをお伝えしたいと思います。まず文字コードがどうやって成り立ったのかについてさっと見ていきます。文字コードとはコンピューター上で文字を取り扱うために定義された文字の集合と、それらの文字をどのようにビット列に変換するかという文字の符号化方式を組み合わせた仕組みです。どの文字がどの数値やビット列に対応するかを定めると同時に、コンピューター上で特定の文字を正しく扱うためのルールが含まれます。文字はコンピューター上ではただのビット列です。なぜそんなことになっているのか、そのルーツをたどるため、電気が発明される以前まで戻ってみましょう。電気がまだ実用化されていなかった時代、人々は旗や煙、太鼓など物理的、視覚的な合図を使って遠くまで情報を伝えていました。これらの合図をどう組み合わせるかによって遠くまでメッセージを送ることが可能でした。
古代からある情報伝達手段としてはのろしがあります。物を焼くことで煙を上げ、それを離れたところから確認することによって情報を伝達します。例えば敵の襲撃を知らせたり、自分の居場所を伝えるために使います。煙の有無や色といった少ない情報量しかないことや、天候に左右されるため、例えば雨の場合には使えないといった弱点がありました。18世紀になり望遠鏡が使えるようになると、1793年にクロード・シャップによって腕木通信が発明されました。これは腕木の形によって数百キロも離れた土地にたくさんの文字を送ることができるようになりました。このような光学的電信、オプティカルテレグラフは腕木、セマホですね、これは。セマホを使い、視覚的な信号で長距離間を情報を伝達する通信システムです。例えばこんな形をしていたら A みたいな感じですね。通常は複数の中継地点を設けて信号をリレー形式で送るので、飛脚などより迅速にメッセージを届けることが可能でした。この時からすでに1文字の文字を符号化して送る方式が確立していたとも言えます。19世紀後半以降は電気通信の発明・普及に伴い、その役割は徐々に失われていきました。18世紀後半から19世紀にかけて電気の実用化が進む中で、サミュエル・モールスらによってモールス符号が実用化されました。モールス符号を使う場合、文字そのものを送るのではなく、ドットやダッシュの組み合わせによって文字情報を符号化して伝達します。受信側は受け取った符号を解釈し直すことで初めて元の文字情報を再現できます。このように文字をそのまま送るのではなく符号化して送るという概念は現代のデジタル通信においても基本的な仕組みとして使われています。時は流れ、コンピューターが作られると現代につながる文字コードも誕生しました。ASCII は1963年に現代の ANSI によって制定された7ビットの文字コードです。主に英数字や制御文字を含む128種類の文字を表すことができ、パソコンの基礎として広く普及しました。一方、IBCDIC は1964年に IBM が策定した8ビットの文字コード体系で IBM メインフレームを主に使われました。これは ASCII のコード表です。ASCII は合計128文字からなっています。対して IBCDIC は8ビットのコード表です。歴史的経緯により ASCII とは大きく異なる配置をしています。符号位置が異なるとどうなるかというと、同じ文字を表すときに異なるバイト列で表現されます。例えば大文字の A は ASCII では41、IBCDIC では C1 となり、その他数字やスペースの割り当てもそれぞれ異なります。このように文字コードが異なるとバイト列の配列や並び方は大きく変わります。コンピューターが普及し始めた1960年代以降、各国や産業界で文字コード規格が次々と策定されました。これらの規格は国際化や互換性の確保という課題に対してそれぞれが異なる方法で取り組んでおり、その結果として異なる環境間でのデータの受け渡しに混乱を招くことも少なくありませんでした。しかしその結果として、文字コードの乱立という問題が出てきたために、ユニコードという統一的な文字コード体系が生まれました。1991年に最初のバージョンであるユニコード 1.0 がリリースされました。ここから少しユニコードの概要について説明します。ユニコードは世界中の文字を統一的に扱うための普遍的な文字コード体系としてユニコードコンソーシアムによって策定・開発が進められている規格です。各国独自の文字コードで分断されていた環境を統合し、多言語・多文字種を扱うアプリケーションやシステムで互換性の問題を減らしました。ユニコードの設計目標としては、まずあらゆる言語と文字体系を一つの文字集合で扱うユニバーサルな性格があります。ラテン文字、漢字、ひらがな、カタカナ、ギリシャ文字、キリル文字、アラビア文字、ハングル、
デーバナーガリー、タミル文字など多様な文字を網羅することで、世界中のどの文字も同じ標準で扱えるようにするというのが大きな目的です。さらに実装や処理の観点から効率的であること、そして各文字のコードポイントが原則1位に定まる曖昧さのない体系であることが重視されています。ユニコードでは文字そのもの、抽象文字を1位に表すために U プラスペケ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 といった形式で表現するコードポイントを用います。範囲は U0000 から 10FFFF までの111万4112文字で、各コードポイントが一つの抽象文字に対応しており、これによって世界中の文字を一貫性を保ちながら取り扱っています。コードポイントそのものはバイト列の表現方法を決めないので、符号化方式にはいくつかの種類があります。UTF-8 はユニコードのコードポイントを1バイトから4バイトで表現する可変調エンコーディング方式で、ASCII と互換性を持ち、現在最も広く使われています。つまり、ユニコードは何を表現するかで、UTF-8 はどうやって表現するかという関係にあります。ここではユニコードにおける抽象文字とコードポイント、そしてバイト列の関係を示しています。例えば、アルファベットの A はコードポイントでいうと U0061、ひらがなのあは U3042 のように各文字に割り当てられる番号がコードポイントです。さらに、それぞれのコードポイントに1位の名前がついています。そのコードポイントをどの方式で符号化するかによってバイト列は変わります。例えば UTF-8 ではひらがなのあは E38182 になりますが、 UTF-16 や UTF-32 ではまた異なるバイト列になります。ポイントは同じ見た目の文字であっても内部的に扱うコードポイントやバイト列は異なるということです。このようにコードポイントや符号化方式はユニコードが作成していますが、それらはいくつかの仕様によって成り立っています。ユニコードの仕様には文字コード体系や設計方針を定義するユニコードスタンダードが中心にあり、それを支える詳細情報としてユニコードキャラクターデータベース UCD やユニコードコードチャーツ、ユニコードスタンダードアネクシーズ UAX といったものがあります。さて、ユニコードの歴史に戻りますと、ユニコードへの統一の流れは91年のユニコード 1.0 から始まり、93年に提案された UTF-8 が後に広く普及しました。2008年には UTF-8 が最も一般的なエンコーディングとなり、2010年のユニコード 6.0 では絵文字が追加され、そして2024年には最新版であるユニコード 16.0.0 がリリースされ、今も世界中で利用されています。ここまでモールス符号や ASCII、イビシリックなどを振り返ってきましたが、改めて見ていただきたいのは、コンピューターで文字を扱う上で常に行われてきた符号化という作業です。もともと煙や装置を使った信号など物理的な合図で情報を送る時代もありましたが、電気が実用化されるとモールス信号のようにオン・オフで文字を伝えられるようになりました。そしてコンピューターが登場し、ASCII やイビシリックなど多種多様な文字コードが生まれました。重要なのは、どの時代でも文字をどうやって符号化してどう取り扱うかが課題だったという点です。電気信号に変換して文字を伝送・保存するためには、必ず文字をビット列に置き換える必要があります。ここをいかに整備していくかが大きなテーマでした。結果として今ではほとんどのユニコードが使うようになったと言っても過言ではありませんが、欧米と日本での文字コードの歴史は右上にある文字符号の歴史、欧米と日本編という本に詳細に書いてあるので、興味がある方はぜひ読んでみてください。文字コードにはこのような歴史がありましたが、私がプログラミングを始めたのは2016年頃でした。その頃はユニコードは 9.0.0、Ruby は 2.3 系で、すでに世界の標準としてユニコードが広く使われていました。文字コード同士の互換性や混乱が大きな課題となっていたのは主に1990年代です。では、なぜ今の時代に
あえて文字コードに強く興味を持つようになったかというと、ユニコードへの移行が進んだ一方で、依然として文字コード間の互換性の問題やユニコードを正しく扱うという問題はあり、それらを扱う上で多くの課題と面白さがあることに気づいたからです。もともとは90年代に問題となった文字コードですが、現代においても依然としてその存在感は大きいと思っています。こうした体験を通じて、私は文字コードにのめり込んでいくことになってしまいました。ここから先ほどまでの流れを少し振り返ります。そもそも文字コードとは何か、なぜ必要なのかというところから始めました。昔、電気がなかった時代には、のろしや腕木通信などで情報を伝え、やがて電気が普及するとモールス符号が登場し、そこからコンピューター時代にはASCIIなど多様な文字コードが成立していきました。しかし、世界中の言語を幅広く扱う必要が高まるにつれ、ユニコードという統一規格が誕生し、現代ではほぼこれが標準となっています。ユニコードはコードポイントを軸に符号化する方式を持ち、中でも UTF-8 は主流の符号化方式です。ここまで文字コードの歴史の外観を追ってきましたが、ここからは私がなぜ文字コードにはまっていったのかお話しします。まずはイビシディックとの出会いについて。私が文字コードに関心を持ったきっかけは、2016年初めての仕事でメインフレームを扱ったことでした。当時は主にCOBOL、アセンブラ、JCL、ZOS といったテクノロジースタックを使用していました。これらの技術を使ったことがある方って会場にどれぐらいいるのかな？5%もういないかな。数えられるぐらいしかいないですね。ありがとうございます。当時私が使用していた環境はメインフレームに直接接続して作業を行うもので、エディタとしては ISPF エディットとか、文字コードとしては IBCDIC を使っていました。IBCDIC は8ビットの文字コードなんですが、256文字の文字を使えます。しかし日本語はひらがなで約50文字、カタカナも約50文字、常用漢字という日常よく使われる漢字は2136文字あり、256文字では膨大な文字数をすべて表現するのは不可能です。この制約のため、当時の環境では漢字の入力や表示に工夫が必要となり、結果として日本語の取り扱いが難しくなっていました。IBCDIC では標準的な英数字に加えて半角カタカナを扱うための拡張も存在します。その代表例が IBM の CP290 であり、IBCDIC の文字セットに半角カタカナを含む領域を追加することで日本語環境でのデータ処理を可能にしています。左に示したのが CP290 のコード表で、黄色い箇所が日本語、赤い箇所はIBCDIC にも存在するけれど、なぜか符号位置が変更されている文字です。ただし、この拡張は日本語のすべての文字を網羅するものではなく、必要最低限のカタカナを取り扱うための措置に過ぎません。そのため、漢字の表現には不十分で、現場での運用には別の工夫や制限が伴いました。ここに出てきたカタカナが、いわゆる半角カタカナです。半角カタカナはカタカナを1バイトで表現するために生まれた文字で、IBCDIC や JISX0201 といった文字コードと組み合わせて使用されるケースが存在します。当時のハードウェアや OS、文字コードの制限により、全角のカタカナを1バイトで表すイコール幅を狭くしたカタカナを導入し、結果的に半角カタカナと呼ばれるようになりました。私が扱っていたメインフレーム環境においては、コードコメントの多くはこちらの半角カタカナで記述されており、視覚的に非常に読みにくいという問題がありました。どれぐらい読みにくいかというと、このぐらい読みにくかったです。特に文字同士の間隔が詰まって見えるために、判読性が落ちることから、見やすさを確保するために文字の間にスペースを挟むといった工夫が行われることも珍しくありませんでした。このようにスペースを入れると少しは読みやすくなります。英語だともう問題なく読めますね。ただ、日常使用するひらがなや漢字ではないので、読みづらい状態ではあります。そんなIBCDICは8ビットの文字コードとして設計されていましたが、日本語のように多くの文字を扱う必要がある環境でも運用されていました。
ところが8ビットでは全ての漢字を直接表現することはできません。そこで EBCDIC ではシフトインやシフトアウトといった制御文字を使い、1バイト文字セットの EBCDIC と2バイト文字セットの漢字の文字集合を切り替える仕組みを導入しました。制御文字とは画面や紙面上に直接は表示されず、コンピューター内部で文字入力やデータの切り替えを行うために使われる特別な文字です。具体的には EBCDIC でシフトイン、シフトアウトのバイトを挿入することで、ここからは2バイト文字を使う、ここからは EBCDIC を使うと解釈させるわけです。具体例で説明します。この図では入力されるバイト列が、R であれば D、Q のように上下に流れるイメージになっており、シフトイン、シフトアウトのバイトに応じて、どの範囲が2バイト文字として解釈されるかが変わる仕組みを示しています。例えばシフトイン、バイト列としては 0E が挿入されると、ここからのバイト列は2バイト文字として解釈してくださいねというモードに入ります。シフトアウト、バイト列としては 0F が出現したら、ここから先は1バイトセットで解釈する通常の EBCDIC に戻るというふうに動作します。このため、バイト列の途中でシフトインやシフトアウトがなくなってしまうと漢字が正しく読めない。あるいは逆に必要なシフトイン、シフトアウトが抜けてしまうとうまく表示できないなど、制御文字の扱いには細心の注意が必要です。具体例として Ruby 会議 in 松山という文字列を入力したい場合、アルファベットやスペースなどの部分は1バイト文字として扱い、日本語漢字の松山の部分だけ2バイト文字モードに切り替えます。こうしてシフトイン、シフトアウトによるモード変更と2バイト文字のバイト列を読み込む手順を組み合わせることで EBCDIC でも漢字を入力表示できるようになっていました。シフトイン、シフトアウトがバイト列のどこに含まれるかが重要で、例えばこれエディター上で消せちゃうんですよね。誤って削除してシフトアウトを消してしまうと、そのところのバイト列が正しく解釈できないのでおかしくなってしまいます。例えば誤ってシフトアウトを削除し、そこにアルファベットの A を入力したとします。この場合、ここはシフトインから始まっていて、シフトアウトがまだ来ていないので、EBCDIC の A ではなく、2バイトの漢字セットの1バイト目の62と解釈され、意図通りに入力できません。EBCDIC で日本語を扱う際には、こうした制御文字に注意を払いながら編集や入力をする必要がありました。これらの文字は見えない文字として漢字部分の前後に挿入されるため、一見すると通常のテキストと変わりなく見えます。しかし、エディタ上で何気なく削除や上書きをしてしまうと、そこから先のバイト列が正しく解釈されなくなります。こうした予期しないトラブルを避けるため、漢字を入力するのはできるだけ避けたいと思う開発者が多く、なるべくアルファベットや半角カタカナでコメントやドキュメントを記述するといった対応を取ることもありました。このような環境で文字を入力していると、自分が意図した文字をそのまま入力できることは当たり前ではないと気づきました。日本語や多言語を自由に入力できるのは、文字コードや制御文字の扱い、バイト列の解釈など多くの仕組みが組み合わさって初めて実現しているのです。ここまででメインフレーム環境での EBCDIC を通じて文字コードの制限がどれほど複雑な運用を生んでいたのかをご紹介しました。限られたコード空間のために半角カタカナやシフトイン、シフトアウトを使って漢字を切り替えたり、制御文字をうっかり上書きすると後続の文字が全て化けるリスクがあったり、こうした体験を通じて入力した文字をそのまま表示するということは実は当たり前ではないと気づきました。ここからは文字数カウントに潜む落とし穴をお話ししていきます。EBCDIC との出会いから数年後、私は転職するためにフィヨルドブートキャンプというプログラミングスクールで Ruby や Ruby on Rails を勉強していました。学習中に五十嵐さんというメンターの方が面白い絵文字あるよって家族の絵文字を紹介してくれて、それを IRB で入力したらクラッシュしてしまいました。そこでリラインという IRB の裏側で動くライブラリーに不具合を報告したところ、リラインの作者である板柳さんに自分で直してみたらって声をかけられてやりました。ここで遭遇したバグは、家族絵文字とバックスペースキーに関するものでした。家族絵文字を IRB に入力して
一見問題なく見えるんですが、バックスペースを落ちた瞬間に IRB がクラッシュしてしまいます。動画を撮ってきたんですが、流れるかな？お、来た。家族の絵文字を入力してバックスペースをしてもう一回バックスペースを押すとクラッシュします。ここでポイントなのが家族の絵文字を入力したということです。これは見た目は1文字ですが、実際には7つのコードポイントから構成されています。キャラ図のサイズを確認すると7が返り、キャラ図を見ると謎の文字列が返り、マップで16進数に変換してみるとなんだかいろいろ入っていることがわかります。これは人間の顔の絵文字と200D ゼロウィズジョイナーという制御文字が連続することで家族の絵文字を構成しています。ここでのポイントは人間の絵文字それぞれは普通に入力できる絵文字だということです。クラッシュした現場に戻ってみると家族絵文字を貼り付けてバックスペースを押すと IRB がクラッシュしてしまいました。実際にはリライン内部でカーソル位置を数値計算する際にニルが入ってしまってエラーになっていました。この時カーソル位置がどのようになっていたかというと、家族絵文字をペーストするとなんだかカーソル位置が随分右側に移動してしまっていました。これはなぜこんなに右側にいるのかというと、リラインの中ではこのように家族絵文字それぞれの構成パーツについて文字幅をカウントしていたからでした。絵文字部分は幅が2つあるので幅2で、ゼロウィズジョイナーはなぜか幅1で計算されていました。削除時もコード1ポイントごとコードポイント 1つずつに消していればクラッシュはしなかったと思われるんですが、削除時は初期素クラスタ単位で消していました。そのためカーソルは1文字分左に移動しましたが、内部的には7つコードポイントをガッと消していたので、カーソルの位置と内部の文字の状態がずれてしまってクラッシュしていました。このようにコードポイントは見た目の1文字では扱えない場合があります。例えばアルファベットの A はコードポイントは1つだけですが、家族絵文字は7つのコードポイントで構成されます。どちらもユーザーにとっては1文字に見えるのに、実際には取り扱いが異なっています。こういった目で見た時の文字単位と実際のコードポイント数の乖離を解決するために、ユニコードではグラフィムクラスター、初期素クラスターという考え方を導入しています。ここでユニコードにおける抽象文字、コードポイント、バイト列の関係を少し復習します。一つの抽象文字に対して一つのコードポイント、そして符号化方式によってバイト列が決まりました。ここでグラフィムクラスターの概念を導入するとこうなります。家族の絵文字は初期素クラスタ単位では1文字ですが、抽象文字では7つ連続しています。バイト列もなんだかすごいことになっていますね。初期素クラスタとは見た目は1文字だけど複数のコードポイントからなる場合、それらをまとめて1文字として扱うための仕組みです。ユニコードの UAX29 ユニコードテキストセグメンテーションで詳細が定義されており、カーソルの移動や削除をユーザーが期待する1文字単位で行うのに欠かせません。例えばアクセント付きの文字、複合絵文字なども初期素クラスタとして扱うことで見かけ通りの操作ができるようになります。このスライドではプリコンポーズド、あらかじめ合成済みの文字とコンバイニングキャラクターズ、合成文字を対比して示しています。例えばオングストローム、一番左側の文字ですねは、単一のコードポイント U00C5 としても表現できますし、大文字のアルファベットの A とリング符号の組み合わせで表すことも可能です。同じく日本語の美もひらがなの美として1文字で存在する場合と、ひらがなのひと濁点で表す場合があります。必ず合成済みの文字と合成文字が存在しているわけではなく、合成文字だけが存在している場合もあります。どちらも見た目は全く同じに見えますが、内部ではコードポイントの組み合わせが異なっています。ユニコードではこれらを初期素クラスタとして捉え、ユーザーが1文字と感じる単位を統一的に扱えるようにしています。
実際の修正では入力時に初期素クラスタ単位でカーソル位置を計算するようにしました。もし直前の文字とつながって一つの初期素クラスターを形成するのであれば、文字数をカウントしないというような対応を入れました。このようにコードポイント単位でのカーソル位置を計算しないようにしました。私が書いた小さなパッチは無事 Ruby3.0 からリラインにマージされました。これを通じて初期素クラスタの仕組みやユニコードの奥深さに触れ、さらに文字の挙動についても調べるようになりました。これまで文字は文字で、文字コードとは単にバイトにするだけのことだろうと思っていたんですが、コードポイントや初期素クラスタの挙動に触れて、単なる文字を符号化するということを超えた見た目通りの挙動をしない文字があることが面白いと感じるようになりました。ここまでのパートでは家族絵文字を入力した際に IRB がクラッシュしてしまうという不具合を通じて、コードポイント数と見た目の文字数のズレが引き起こす問題を紹介しました。見かけ上1文字の絵文字でも内部的には複数のコードポイントから構成されている場合があり、そのまま削除やカーソル移動を行うと不整合が生じてしまう場合があります。そこで初期素クラスターという概念を導入し、ユーザーが1文字と感じる単位で正しく操作できるようにしたのがポイントでした。こうした事例から文字コードを扱う際は単にコードポイントイコール文字とは限らないということが分かりました。こうしてメインフレームでのイビシリックや半角カタカナの取り扱いに苦労したり、複合絵文字を通じて初期素クラスタの重要性を知ったりするうちに、どんどん文字コードの奥深さに引き込まれていってしまいました。そしてその流れで実際に Ruby のユニコード関連部分に触れる機会がやってきます。次は Ruby をユニコード 15.1.0 にアップグレードする過程で得た知見や苦労についてお話しします。リラインのバグ修正から数年後、昨年末の話ですね。Ruby World Conference という島根県松江市で開かれたイベントのハッカソンに参加しました。Ruby に対して何か自分ができることがないかなと思っていろいろ見ていたら、ユニコードのバージョンアップが止まっていることに気がついたので、Ruby のイシュートラッカーのレッドマインにコメントして作業を始めました。まず Ruby をユニコード 15.1.0 にアップグレードした理由なんですが、新しいバージョンではデーバナーガリーなどインド系の文字を正しく結合するためのインディックコンジャンクトブレイクというルールが説明されました。これがないと2行目に示したような文字で意図しない箇所で初期素クラスターが分断されてしまいます。また Ruby が最新のユニコードに追従することで今後のユニコードの更新にも対応しやすくなります。あとユニコードのバージョンアップっていうのはやったことがなくて面白そうだったのでトライしてみました。ここでは Ruby がどのようにユニコードに対応しているかをご説明します。ユニコードはだいたい年に1回ほど新しいバージョンがリリースされ、Ruby では内部にユニコードのデータを持っていて、Ruby 自体のリリースに合わせてそれを更新する形になっています。ここでは Ruby がユニコードをアップグレードする際にどのような作業が行われるかを示します。新しい文字が追加される場合や、文字に関するプロパティ、例えばこの文字は絵文字かどうかといった情報が新たに定義更新された場合、それを Ruby の内部に取り込んで調整する必要があります。ユニコードの仕様と Ruby を同期することで多言語や絵文字などあらゆる文字を最新の状態で扱えるようになります。ユニコードキャラクターデータベースは文字に関する情報とそれに付随するプロパティをテキストファイルで定義しているファイルです。この後で実際のテキストファイルを見てみますが、例えばどのコードポイントはどんな文字か、その文字のカテゴリーは何かといったことが一覧として整理されています。Ruby ではユニコードデータ .text など複数のファイルから最新の情報を取り込んで文字処理や正規表現などに活用しています。これはユニコードデータ .text というファイルの一部です。1行ごとにコードポイントや文字名、カテゴリーなどが定義されています。例えば U0041 はラテンキャピタルレター A、大文字の A として登録されており、カテゴリーは大文字のラテン文字です。このように全ての文字についてデータがまとめられています。
Derived Core Properties テキストは複数のユニコードファイルから抽出された派生プロパティがまとめられています。例えばマス、アッパーケースなど元になる文字情報を組み合わせて定義されたプロパティが含まれており、Ruby の正規表現でバックスラッシュ p プロパティ名と書いた時のマッチング判定などに用いられています。正規表現の話が出てきたので、少し Ruby の正規表現について話すと、Ruby では鬼雲という正規表現エンジンを利用しています。バックスラッシュ p プロパティによるユニコードのプロパティマッチやバックスラッシュ x による初期素クラスターの単位取得にも対応しています。実は Ruby のストリンググラフィムクラスターズというメソッドは内部でバックスラッシュ x の仕組みを使っており、ユニコードのテキストを扱う上で欠かせないライブラリとなっています。バックスラッシュ p の例をいくつか示します。例えばバックスラッシュ p ASCII とすると ASCII 文字かどうかを判定し、バックスラッシュ p なら絵文字のように見えるものの判定が可能です。ユニコードプロパティを活用することで多様な言語や文字種を簡潔に扱えるようになります。ちなみにこのマッチしている文字の最後、数字の1が絵文字にマッチしているんですけど、これはとある文字の一部、構成部分、とある絵文字の構成部分の一部として ASCII の1が含まれているからです。このようにプロパティには想定していない文字が含まれる場合があるので、どんな文字がマッチするかは調べて使いましょう。Ruby でユニコードをアップグレードするときは、ユニコードキャラクターデータベース、Derived Core Properties テキスト、グラフィーブブレイクテストテキストなどのファイルをまとめて取り込み、EncUnicode-RB というスクリプトから name2ctype.h、casefold.h などのヘッダファイルを自動生成しています。さらにそれに対応するテスト群も自動で生成される仕組みになっており、最新のユニコードの仕様を正しく取り込めるように工夫されています。Ruby のユニコードのアップデートは、まずビルドの設定で対象となるユニコードのバージョン番号を更新して、その後自動生成用のスクリプトを実行され、内部で使用するテーブルやヘッダファイルを作り、追加のテストを組み込んでいくという流れです。一部のテストは手動で用意する必要がありますが、基本的には自動化された仕組みが整っています。例えばこのように common.mk というファイルでユニコードバージョンを更新し、EncUnicode-RB を実行するとヘッダファイルが更新され、いくつかのテストを手動で追加して終わるパターンが多いんですけど、15.1.0 は実際にやってみると、まず EncUnicode-RB でユニコードキャラクターデータベースのパースに失敗して途中で落ちてしまっていました。この時読み込んでいたファイルは Derived Core Properties テキストというファイルで、新たに Indic Conjunct Breakというプロパティが追加されており、ここで読み込みに失敗してました。このプロパティはデーワナーガリーなどインド系文字の子音とリンカーと子音という合字の構造を一つの初期素クラスターとして扱えるようにするためのプロパティです。このルールを導入すると、デーワナーガリーのクとタで合わさってクタのような文字列を正しく初期素クラスターとして扱えます。Derived Core Properties には今まではマスのようなその属性の有無しかないブーリンのプロパティしかなかったんですが、今回Indic Conjunct Break、リンカー、コンソナント、エクステンドという列挙型が増えて、そこのパースに失敗してました。そこはパースを正しくできるように修正したので、name2ctype.h などヘッダファイルを正しく生成できるようになりました。先ほどまでエラーの原因になっていたIndic Conjunct Breakも正常に読み込まれ、Ruby が内部的に使用するユニコードデータが更新されています。これでユニコード 15.1.0 の取り込みに向けた作業が一つ前進しました。しかし、まだテストのすべてが通ったわけではありませんでした。グラフィングブレイクテストから生成したテストが一部失敗していました。落ちていたテストはグラフィングブレイクテストから自動生成されたもので、このファイルには初基礎クラスターが正しく分割できているか検証するためのテストケースが記載されています。テキスト内で割り算マークはここで分割可能を意味し、掛け算マークは分割しないことを意味します。この場合、0915、094D、0924というコードポイントが並んだ場合には分割してはいけないということを示しています。
テストを実行するとこのように失敗していました。くたとして、一つの初期素クラスターになるはずがくとたのように2つに分割されています。先ほど取り込んだインディックコンジャンクトブレイクプロパティ自体は正しく読み込まれているものの、鬼雲の初期素クラスター分割の実装側で新しいルールに適用できていないのが原因です。この後、初期素クラスター分割のロジックを強化して、デーバナーガリーなどのインド系文字が意図通り扱えるように修正する必要があります。では、ここまで見てきた初期素クラスターの分割ロジックとはどのようなものだったのでしょうか。これはユニコード 16.0.0 時点でユニコードが定めるグラフィームブレイクルールのすべてです。GB1 から GB9C、最後は GB999 なんですけど、開業文字や制御文字、結合文字、そしてインド系文字の合字など、様々なケースに対して、どこで初期素クラスターを分割してはいけないか、どこで分割してよいかが細かく定義されています。例えば GB9C はデーバナーガリーのようなシーン、リンカーシーンを一つのクラスターとして扱うために必要なもので、15.1.0 で追加されたルールです。一つ例を見てみます。ここまで見てきた家族の絵文字は初期素クラスターで分割されない文字でした。このルールがどこにあるかというと GB11 というルールに書いてあって、家族の絵文字はこれまで見てきたように7つのコードポイントから構成されています。また人間の絵文字はすべてエクステンディッドピクトグラフィック拡張絵文字というプロパティを持っています。そのため家族の絵文字は拡張絵文字、エクステンドはないので飛ばしてゼロイズジョイナー、拡張絵文字、そういう形でコードポイントが繰り返し並んでいます。これは GB11 のルールにマッチするため、ここでは初期素クラスターの分割が発生しないということを Ruby は内部的に実装しています。さて、先ほど落ちていたテストで漏れていたのは GB9C というルールでした。これはインド系文字で分割してはいけない箇所を決めるルールです。次で具体例を見てみましょう。これはデーバナーガリーの文字で例を示しています。一番左側にあるが0915、0942と0924が合体してという構字を作るケースです。ここではコンソナント、リンカー、コンソナントの並びを分割しないようにすることで、一文字の初期素クラスターとして扱えるようにしたいです。もし GB9C のルールが適用されなければ、前半の2文字と後半の1文字が切り離されてしまい、見た目通りの合字になりません。GB9C を導入することで、こうした文字を一つの単位で扱うことが可能になります。先ほどの文字でどうマッチするかを見ていきます。まずデーバナーガリレターはコンソナントなどでコンソナントにマッチします。次にエクステンドとリンカーはないのでスキップし、リンカーにビラーマがマッチします。そして最後に、次のエクステンドリンカーもないのでスキップしてデーバナーガリレターがマッチしています。このため全体として一番最後の文字デーバナーガリレターは分割してはいけない箇所にあるのでは分割されず一つの文字として表示されるべきです。これで仕組みは大体分かりました。ではこの正規表現とかこのルールをどうやって鬼雲に実装すればいいんでしょうか。サンプルで正規表現がユニコードの仕様に書いてあったんですが、正規表現エンジンの中に正規表現を書くことはできないので、どう実装するのかはちょっと迷いました。鬼雲の中には Node Extended Grapheme Cluster という関数があり、これが初基礎クラスター分割用の正規表現ノードを生成するための関数です。ここではざっくりと説明しますが、多段階で複雑なユニコードの初基礎分割ルールをこの関数内で開業や制御文字はこう扱うといった具合にノードを組み合わせて一つの大きなパターンを作っています。例えば先ほど見た家族の絵文字を分割してはいけないルールはこのように書かれています。拡張絵文字、エクステンド、ゼロウィズジョイナー、拡張絵文字のノードを作ってリストでつなげて、それに量子停止をかけてパターンを作っています。こちらは私が実装した GB9C のルールの一部ですが、同様にノードを作って正規表現と同じ意味になるように作っています。こんな感じでこの正規表現にマッチするノードを作ったらテストパスしました。やったね。
この修正によって令和ナーガリーのクタは無事分割されないようになりました。また、ユニコード 15.1.0 の新しい文字やプロパティも無事利用できるようになりました。そして PR は無事アプローブももらい、コミッターになったので自分でマージしました。これはなかなか感慨深いマージでした。ありがとうございます。ここまでの流れを振り返ると、Ruby はユニコード 15.1.0 に対応し、令和ナーガリー用のインディックコンジャンクトブレイクを追加しました。鬼雲の初基礎クラスタロジックに新ルールを追加し、クタなどの子音クラスターが正しく1文字として扱われるようになりました。これで Ruby3.5 ではユニコード 15.1.0 を使えます。これでユニコード 15.1.0 をアップデートできてめでたしめでたしなんですが、まだちょっと残っている仕事があります。そう、ユニコードの最新バージョンは 16.0.0 なんです。ここからは今自分が取り込んでいるユニコード 16.0.0 の課題について軽く紹介します。取り込み自体は成功しているんですが、テストで一部失敗しています。失敗しているテストがユニコード正規化のところです。ユニコード正規化について軽く説明すると、これは見た目が同じでも内部コードが異なる文字列を統一して扱えるようにするための仕組みです。NFD、NFC、NFKD、NFKC の4種類の方法があります。NFD は合成文字を可能な限り分解します。例えば E にアクセント文字がついた 00EQ をただのアルファベットの E とアキュートに分ける。逆に NFC は分解形を再度合成して同じ見た目の文字ならば1文字で表現するといったルールです。例にある E とアキュートが分かれた文字を合成して、00EQ の E に戻す例が代表的です。NFKD は丸付き数字や全角文字など意味は同じなんだけど形が違うという文字も含めて分解します。例えば丸付き数字の文字を ASCII の1に分解するといった形です。NFKC は NFKD で分解した上で再合成できる部分をまとめ直し、比較や検索に有用な形に使えます。ユニコード正規化にはいくつかのユースケースがあります。まずアクセント付き文字や全角半角文字など見た目が似ていてもコードポイントが異なると検索で引っかからない場合があります。この時正規化を行うことで同一視でき、ユーザーが期待する結果を返すことができます。また異なる OS 間では同じ文字でも正規化形式が異なる場合があります。例えば MacOS のファイルシステムは NFD、Windows は NFC を用いるなどの違いにより、見た目は同じ文字列でもシステム上では別物と扱われることがあるので、ファイル名を正規化しておくことで混乱やエラーを回避できます。今回失敗しているケースはこのようなケースなのですが、まだ作業中なんですが、こういった状態ではないかなと考えています。図中に出てくる数字はすべてコードポイントです。期待する挙動は1回合成した後に前の文字とのパターンによって再度合成が必要になることがある。対して現在の挙動では正規表現とハッシュを組み合わせて1回の合成しかできていない。あるいはハッシュのマッチで何かが誤っている可能性があり、正しい結果を得ることができていません。現在の Ruby の実装には最適化が入っており、最適化とユニコードの仕様を同時に理解するのが結構難しかったので、理解を深めるためにラスト実装を参考にしつつ再実装してみることにしました。詳細は PR をご覧ください。現時点ではユニコード 16.0.0 の正規化のテストを通すところまでは進められています。ただしテストは通っているものの最適化を外したことでパフォーマンスが劣化している可能性が高いです。今後は 16.0.0 の対応を進めるため最適化を維持できないか、また高速に正規化処理を行うためのクイックチェックプロパティを活用できないかということについて探っていきたいと考えています。さて、そろそろ終わりの時間が近づいてきましたが、ここで少し謝辞を述べさせてください。この発表においてはストアーズの皆さんにはレビューや業務調整などサポートをいただき大変助けていただきました。特に藤村さん、笹田さん、豆さんには何度もレビューをしていただき本当にありがとうございました。また夫の拓也さんの支えがなければこの発表は実現できなかったと思います。
PR のレビューや相談に乗っていただいた方々にも深く感謝いたします。最後に Ruby 会議が始まるにあたって少しだけ自分の思いをお話しさせてください。ここで自分の発表は終わりなんですが、お話しできたのは文字コードについてのほんの一部でした。スピーカーの金子さんという方がとてもいいことを言っていたので引用させてもらったんですが、要約するとスピーカーに質問してくれっていうことです。今回の話でも話しきれなかったり、構成の都合上泣く泣く削った部分はありました。他のスピーカーの方も同じような方が多いんではないかと思います。なのでぜひスピーカーに話しかけてください。面白かった、よかったっていう言葉が励みになります。わからないことがあれば何でも聞いてください。話した内容について世界で一番詳しいのは話した本人です。物理で顔を合わせてコミュニケーションができるのも Ruby 会議のいいところだと思っています。この発表をするにあたり、今までの人生を振り返っていたんですが、自分はたまたま文字コードと出会って、たまたま Ruby と出会って、たまたまリラインのバグを踏んで、奇妙な縁でここまで来ました。最初から文字コードに詳しくなりたかったっていうわけではないんですけど、いろいろな人に助けてもらいながら気になることを深掘りしていったらこうなってました。そう、深掘りってそれだけで楽しいんですよね。掘った先にはもしかしたらお宝があるかもしれないし、掘るという過程自体が自分の好奇心が満たされて楽しいものだなと思っています。Ruby 会議では様々な技術トピックが話されますし、そういう話が好きな人たちがたくさん集まっています。いろいろな話を聞いたり、人と話したりして、あなたの好奇心を刺激する、あなたがワクワクする何かをぜひ見つけてほしいです。今ここにしかない Ruby 会議を楽しんでください。これでは私の発表は終わります。ご清聴ありがとうございました。